ご視聴ありがとうございます。春日部つむぎです。1.5 周年を迎えて、隊員募集の傾向も分かってきました。今回は金マイレージを持ち越して、好きなタイミングでピックアップキャラクターと交換可能なニケだからこそできる、無課金でもなるべく我慢と妥協をしないでニケを楽しむための、年間を通じた新規キャラクター入手戦略を紹介します。注意として隊員募集は確率が関係するので確実ではないこと。また、160の壁を越えていない指揮官にはおすすめできない戦略であることをご理解の上、ご視聴をお願いします。それでははじめに、この動画で言う、無課金でなるべく我慢と妥協をしないとはどういうことかですが、年間を通して無課金で、キャンペーン攻略または、レイド編成に入る新キャラクターを入手し、そのうち新規ピルグリムは今後実装の宝物条件の一つを目標として、通常キャラクターは素体確保ということです。戦略を説明する前に条件をさらに具体化します。1つ目、入手キャラクター数。サービス周期が安定した昨年5月から今年4月の1年間で、キャンペーンとレイド編成に入るキャラクターを賛否はあると思いますが私の独断で選び、ピルグリムとそれ以外のキャラクターに分けると、ピルグリムは11月レッドフード、1月クログレン、4月クラウンの合計3キャラクター。モダニアは復刻なので除外。通常キャラクターは5月ブラン、ノワール、8月水着アニス、10月ティア、ナガ、12月ユドミラ、3月 D キラーワイフ、レムの8キャラクター。若干ズレがありますがおおむね3ヶ月で2キャラクター。この合計11キャラクター入手が目標となります。ちなみにこの期間でピックアップされた新規2機は31体なので、11キャラクターは新規実装の約3分の1にあたります。次に金マイレージの使用について、ピックアップの提供割合はピルグリム 1%、それ以外 2% です。無課金で確実にピルグリム素体を確保することを考えると、王道ですが金マイレージはピルグリムに使用します。条件の具体化。最後に、無課金で1年間に何回特殊募集を引くことができるか、すべてのイベントをこなし、隠しコンテンツを進めることを条件とすると、配布チケットとジュエルから推定して1000回としました。ここまでを一度まとめます。無課金で1年間で特殊募集は1000回、それに伴って金マイレージは1000個入手、5キャラクター分、ピルグリム3体と通常キャラクター8体の合計11体入手、ピルグリムは2凸、通常キャラクターは素体確保を目指す、金マイレージはピルグリムに使用、となります。前置きが長くなりましたがここから戦略を説明します。ピルグリム素体はマイレージ交換。ピックアップ 2% の通常キャラクター8体の入手に必要な確率上の特殊募集回数は400回。1年間で1000回特殊募集が行えるので、残りは600回となります。この残り600回をピルグリムの凸に使用すると確率上6体入手可能で、1キャラクターあたり2体です。ピルグリム素体は金マイレージで確保しているので、1キャラクターあたり合計3体つまり2凸が可能となります。ここで分かりやすいように昨年に当てはめて1年間をシミュレーションしてみます。開始は1年前の5月ドロシーピックアップが終わった直後、戦略を理解しやすくするためこの時点で1000回特殊募集ができるとしてスタートします。現実には毎月配布や攻略で獲得するチケットやジュエルが徐々に溜まっていくことになります。それではシミュレーションを開始。5月に通常キャラクターブラントのワールをピックアップ 2% の各50回、合計100回で入手して、残り特殊募集900回、金マイレージ100個、8月の水着アニスも同様にピックアップ 2% で特殊募集50回で入手、残り特殊募集850回、金マイレージ150個、10月ティア、ナガも同様にピックアップ 2% の各50回、合計100回で入手して、残り特殊募集750回、金マイレージ250個、11月ピルグリムのレッドフードは金マイレージで素体を、ピックアップ 1% の特殊募集200回で2体確保の合計3体に凸、残り特殊募集550回、金マイレージ250個、12月ユドミラをピックアップ 2% で特殊募集50回で入手、残り特殊募集500回、金マイレージ300個、1月ピルグリムのクログレンは金マイレージで素体を、ピックアップ 1% の特殊募集200回で2体確保の合計3体に凸、
残り特殊募集300回、金マイレージ300個、3月の D、キラーワイフ、レモをピックアップ 2% の各50回、合計100回で入手して、残り特殊募集200回、金マイレージ400個、4月ピルグリムのクラウンは金マイレージで素体を、ピックアップ 1% の特殊募集200回で2体確保の合計3体に突、残り特殊募集0回、金マイレージ400個、となります。最後にまとめ、この戦略のメリットは、1つ目、無課金でピルグリム素体は金マイレージで保証されていること。2つ目、ピルグリムの凸を確率の高いピックアップ時に狙えること。3つ目、新規ピルグリム3体交換以外に2体分の金マイレージを自由に使えること。4つ目、この戦略に柔軟性があること。これは今回紹介した戦略では年間1000回の特殊募集のうち、通常キャラクター8体入手に必要な400回を除いた600回をピルグリムの凸に使っていますが、この分を他の新規キャラクター獲得に利用するなど優先を何にするかで利用先を変更することができます。例えば、今年の新年に復刻されたモダニアに使用するなど。次にデメリットは、1年間で11体以外の新キャラクターをピックアップ時に諦めることになります。また同様に、入手した8体の通常キャラクターの凸もピックアップ時には諦める。この2つについては一般募集のウィッシュリストか特殊募集のすり抜けに頼ることになります。もう一つこの戦略には副次的な効果があります。それは、特殊募集を機械的に行うので感情が入らないことです。効率的に行いたい指揮官には大きなメリットになりますが、その時の感情や気分で自由に行いたい指揮官にとっては、せっかくの楽しいゲームがつまらなくなってしまうという致命的な問題になってしまうことが考えられます。そのためぜひ、今回の戦略を参考にミケをより楽しく遊ぶために、指揮官ごとにアレンジして自分に合った独自の戦略を作り上げてください。また、推奨するわけではありませんが、選択肢として課金することで戦略の幅を広げるというのも一つの手だと思います。どういった戦略を取るか、最終的に指揮官自身が納得した方法にたどり着くことが大切です。最後に繰り返しになりますが、今回の戦略は160の壁を突破していない指揮官にはおすすめできないこと。また、この戦略は確率が関係するので確実に実現できるものではないことに注意してください。参考までに、私の特殊募集の過去実績は、ピックアップ 1% と 2% ともに排出率以下で、内容も博打か紙引きの両極端なので隊員募集の時は情緒不安定になります。このように最後は機動力が試されるので、皆さん毎日しっかり良いことをして徳を積んでおきましょう。今回の動画は以上になります。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひ見てくださいね。